キャベツ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、キャベツ焼きを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもね、キャベツ焼きをご紹介したんですが、今回はですね、また少し違った作り方のレシピをご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、卵、天かす、紅生姜、小エビ、小ネギ、そして焼くときにサラダ油を使っていきます。まずですね、こちらキャベツ焼きなんですが、その他の具材に関しましては、こちらはお好みのものを入れていただいて OK です。今回は、卵はね、マストかなと思うんですけれども、その他に天かす、紅生姜、小エビ、小ネギ、こちらを入れていきます。もっとね、シンプルにしたい場合は、キャベツと卵だけでもいいかなと思います。それでは続いて、生地とあとはトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、薄力粉、だしの素、お好みソース、青のり、こちらを使って作っていきます。まず生地に関しましては材料はたったの3つでね、手軽に作ることができます。だしの素に関しましてはこちらはカツオのだしの素になります。そしてトッピングですね、今回はソースと青のりでとてもシンプルなトッピングにしていきます。ここにマヨネーズやあとはね、鰹節を入れていただいてもいいかなと思います。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まず生地から作っていきたいと思います。ボウルに薄力粉とあとはだしの素を入れてください。そしてここにお水を入れます。入れたらですね、こちらをよく混ぜましょう。はい、 OK です。だしの素がね、まだ全部溶けきれなくても大丈夫です。このまま置いておいてください。そしたらこちらの生地はですね、ラップをして使うまで冷蔵庫で冷やして生地をなじませておいてください。ちょっとね、時間を置いていただくことで粉類と水分がしっかりなじみます。ではこちらを冷蔵庫で冷やしておきます。それでは続いてキャベツを切っていきます。まず芯をね、この部分を切り落とします。この内側の芯もね、切り落としてください。あとはね、このキャベツを千切りしてください。できるだけね、薄めにね、千切りしてください。今回私はね、包丁を使ってますが、こちらはスライサーを使ってね、千切りにしていただいてももちろん OK です。その時手を怪我しないようにだけね、注意してください。はい、キャベツはね、このように千切りにします。そしたらね、千切りにしたらこちらをざるに入れてさっと水洗いしてください。はい、キャベツをね、洗い終わりました。そしたらね、一度水分を拭き取ります。ここに薄力粉をまぶします。パラパラパラとね、全体にこのようにまぶします。手などを使ってね、全体にね、このようにしっかりなじませてください。キャベツの準備はこれで OK です。それでは続いて小ネギを切ります。まず根元を切り落として、そして半分に切ってまた半分に切ります。ちなみに小ネギもね、水洗いして水分を拭き取ってから切るようにしてください。そしたらこちらをね、小口切りにしていきます。小ネギはこのように切っておいてください。それでは続いて紅生姜ですね。こちらは適当にざく切りしましょう。紅生姜はこれで OK です。それではね、フライパンで焼いていきます。今回は20センチのフライパンを使います。まずここにサラダ油を敷きましょう。そして油を伸ばします。伸ばしたら火にかけてください。火加減中火です。このまま一度ね、30秒ほど温めてください。30秒ほど温めたらここに生地をね、半分入れます。だいたいお玉1杯分ぐらいですね。この中に入れて、そして広げましょう。生地を広げたら火加減弱火にします。そしてここにキャベツを半分のせましょう。はい、そしてのせたら真ん中に穴を開けて、そしてここに卵を割り入れてください。あとはお好みでトッピングですね。まずは天かす、そして小エビ、あとは紅生姜、そして小ネギを散らします。そ
そしたら蓋をします。蓋をしたら火加減弱火でこのまま焼き色がつくまで焼いてください。だいたいね5分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。はい、今5分ほど経ちました。一度蓋を開けます。そして焼き色をチェックしてください。これでいい感じに焼き色がついてたら裏返します。裏返す時なんですが、このヘラでやっていただいてもいいですし、ちょっと怖いなという場合はこの蓋に一度ね移していただいて、そして蓋の上にフライパンを重ねて、そして裏返してやっていただくといいかなと思います。どちらにしろねやけどには注意して裏返してください。ではね裏返します。よいしょ。こんな感じで裏返したら、今度はね軽くね押さえつけます。そしてこのままだいたいね2分から3分ぐらいですね。また焼き色がつくまで焼いてください。あんまりね押さえつけすぎるとふわっとした感じがなくなるので、ちょっとねこの一番上に乗ってた卵を潰すイメージでこのように押さえつけてみてください。片面もねいい焼き色がついたらもう一度裏返します。ほい。はい、こんな感じでね美味しそうに焼き色がついてます。そしたらね火を止めてください。あとはねこちらを2つに折りたたんでいきます。まずですねこの上にソースをかけます。たっぷりねかけちゃいましょう。はい、そして半分に折りたたむんですが、折りたたむ時はこのようにこの真ん中にねちょっと折れ線をねつけてください。そうするとね半分に折りたたみやすくなります。そして2つに折ります。よいしょ。ちょっとねこれで形をキープさせてください。はい、こんな感じです。これでキャベツ焼きの完成です。あとはですねこちらの表面にもちょっとねソースをかけて、そして最後に青のりを振って召し上がってください。それではねもう1枚も同じように焼いていきます。はい、ではねこのようにお皿に移してください。そしたらこの表面こちら側にもねソースをかけます。こちらはねお好みでやってみてください。表面はね全体的にソースを広げます。はい、そして最後ね上に青のりを散らします。これでキャベツ焼きの完成です。トッピングはねお好みでやってみてください。はい、これでキャベツ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにキャベツもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。最後はお好みでトッピングして召し上がってください。そして断面はこんな感じですね。中はね卵が入ってとても美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうですね。ではいただきます。キャベツたっぷりです。すごく美味しいです。そしてね中に入れた小エビの風味もねすごく効いてます。そしてね食べ応え抜群です。そして下の生地もねすごくもちもちです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャベツ焼きのポイントです。まずキャベツなんですが、千切りした後にさっと水洗いをして、その後水分を拭き取ってから薄力粉をまぶしてください。そうすることで形が崩れにくくなって裏返しやすくなります。そして下の生地についてのポイントなんですが、今回生地はね薄力粉、だしの素、お水、こちらの3つの材料で作ってます。これを全部混ぜ合わせていただいたら使うまで冷蔵庫で休ませておいてください。そうすることで粉類と水分がしっかり馴染んでもちもちっとした生地に仕上がります。そして焼く時なんですけれども、焼く時はですね直径20センチぐらいのフライパンがおすすめです。あんまり大きすぎるとね裏返すのが大変なので、ちょっと小さめのねフライパンを使っていただくといいかなと思います。そして焼く時なんですけれども、まずはじめに生地を半分入れて広げてください。そして広げ終わったらキャベツを上に乗せて、そして真ん中に卵を割り入れて、あとはね周りにトッピングを散らして蓋をして弱火でじっくり焼いてください。ここで強火で焼いてしまうとね裏の部分が焦げてしまいますので注意していただけたらと思います。今回私が測った時間だと5分ほどなんですが、こちらは作る環境によって異なる場合がありますので、様子を見ながらね調整してください。そして裏返す時なんですが、今回私はねゴムベラを使って裏返してます。ゴムベラを裏返すと同時にフライパンもね斜め上ぐらいにちょっとね上げていただくと裏返しやすいと思います。ただねちょっとバラバラになるのが心配だなという場合は、一度蓋かまたは
お皿の上に乗せていただいて、その上にフライパンを逆さにして重ねて、そしてフライパンごと逆さまにして裏返してみてください。どっちの方法でもね、やけどだけには十分に注意して作るようにしてください。そして裏返したらゴムベラを使って押さえつけてください。これでね、卵を少し潰すイメージですね。そんな感じでね、押さえつけてください。そして片面に焼き色がついたらもう一度裏返してください。片面はね、だいたい2分から3分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そしてあとはね、もうトッピングするだけなので簡単です。まずソースをかけて、そして半分に折るんですが、半分に折るときは真ん中にね、少し跡をつけてみてください。そうすると半分に折りたたみやすくなります。あとはね、お好みでトッピングして召し上がってください。今回使ったトッピングに関しましては、こちらはね、お好みのものを使っていただいて OK です。一番シンプルにしたい場合は、もう卵とキャベツだけでもいいかなと思います。あとはもうちょっとアレンジするのであれば、中にね、とろけるチーズを入れていただいても美味しいと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャベツ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。